どうもババアです。ハク様です。今日もとってもいい天気です。昨日の夕方すごい幻想的な風景を撮影できたんですよね。赤焼けの空に虹見えるかな。夕方にも虹って出るんだねえ、空も真っ赤っかだし初めて見たよね。きっと何かいいことの前触れかな。それか天変地異。まあ不吉な考えは捨てて凪の川でもめでましょう。穏やかで癒されるね。ババアの心が洗われる気分。漂白剤が必要じゃない？頑固な汚れも真っ白になるかしら。川が穏やかすぎていつもは水量の多い合流地点もこんな感じ。小魚も泳いでる。川の水もめっちゃ綺麗です。さてそんな本日は謎のルーティン動画だよ。謎ってどういうこと？ランチに朝食作ります。おあいおあいくさいの。ああ、顔背けないで。赤鼻ピンポンしてたのに。めわくな遊び開発するにえみ。ちょっかい出さずにはいられない可愛さ。きれいな花はメダルモニダイ。24時間めでようっと。ストーカーヤン。Kishoy no Mikiken Kata? くまモンのことかい。Kishoy no Ottawa. 時々ハンターの目になるよね。Jikan Tamalan Yamaya. Baba-san Nolioku Shine. この世界では編集者は神なのよ。Lake Wakalan Kodo Yutona. Koitsu Cheijin Dana. Cholo Nato Asobo. Yada kotini kulujianai. 一緒に遊びたいんだって。Mewaku dawa. Dragon Bite. Watushi noyo. Baba o Hazani knows Mazai. さあさあ掃除機かけるよよしひこ。めっちゃ怖がってるじゃん。これはねよしひこなりのチキンレースなんですよね。つかず離れずの状態で掃除機に近寄ってくる。掃除機にオラついてて草。掃除が終わったのでよしひこのおもちゃを返します。ぶつかってるよ。あ、ごめん。この唐辛子のクッションめっちゃお気に入りみたい。よしひこは掃除機すら楽しそうだね。毎日がアトラクションみたいなもんだからね。さて買い物に行こう。また開店と同時に入店か。来るの早すぎて商品の品出しも間に合ってない。そしてババアの宝の保管庫、農家さん直売コーナー。プチトマトが200円。今トマト高いからこの値段で買えるの助かる。帰ってきたらドーフィンに絡みつく雑草のつるちぎり。普通に草むしりしなよ。暑いから嫌です。金柑のつるもむしっとこ。タオルの洗濯も終わりました。今日は洗濯日和だね。そんじゃ理想の朝食を作っていくよ。理想？普段のカーリバ生活とは真逆の嘘800のルーティン動画を撮ります。ああ、言っちゃったよ。このパン生地は昨晩にこねて冷蔵庫でオーバーナイト発酵させました。朝食で焼きたてパンを食べる方法です。朝からパン焼くの？今日はまあ昼から焼くけど、朝からでも簡単に焼けるチャバッタを焼くよ。朝起きてすぐに冷蔵庫から出して常温に戻して、あとは切りっぱなしでオーブンに突っ込んで焼くだけ。焼き時間は？だいたい25分ぐらいだからトーストを焼くよりは時間がかかるけど、その間にね他のおかずの準備とかもできるしね。そう考えると朝からパンを焼くのもありな気がしてきた。ちなみにこの生地は米ぬか 50%、 加水率 88%。 半分米ぬかじゃん。だから血糖値上がらないよこのパン。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。200度の上下ヒーターで25分焼きました。途中上下段も入れ替えました。朝食セットに使うサラダに蛇腹きゅうり。今回はメインイベントがチャバッタを焼くぐらいだからめっちゃ早く終わると思うんだよね。蛇腹きゅうりいつ見ても面白いよね。切ってて楽しいし味もよくしみるし、この切り方誰が考えたんだろうね。常に常備してある人参とキャベツを混ぜてめっちゃ適当なサラダを作ります。
また適当サラダ。最終的に味と見た目が整えばいいから大丈夫大丈夫。ババア許容範囲広いよね。これ褒め言葉じゃないよ。ババア特製ゆるゆるのスクランブルエッグを作ります。味付けは砂糖と塩、たまには合法パウダーなしでいこうかな。合法パウダーに頼りすぎてもはや非合法だよ。理想の朝食なのでバターはたっぷり使います。ちなみに日頃はマーガリンを使います。富沢商店の総量調整で買ったバターだね。余計なことは言わなくてよろしい。約 20g 分のバターを使ってスクランブルエッグを作ります。めっちゃ美味しそう。ハク様昔から乳製品好きだったよね。ヨーグルト以外はね。そうだった。昔ヨーグルトの匂い嗅がせたらおえってなってたね。そして朝食の添え物といえばウインナー。こちらを茹で焼きにします。ウインナーは茹で焼きが一番美味しいよね。ほぼ米ぬかの茶バッタも焼けました。ペーパーが引っかかってる。この茶バッタが本当に熱いんですよね。手の皮の厚い旦那に切ってもらおうと思ったけど寝てたので諦めました。ババア手の皮膚弱々じゃね。いやマジで熱いんですって。これが焼きたてパンはただでさえ切りにくいからしっかりと手で掴んで切りたいんだけど、こんなねババアの声も漏れてしまうわけですよ。パンから湯気出てるでしょう。どれだけ熱いかイメージは伝わりましたでしょうか。さて理想的な朝食を盛り付けていきましょう。理想的な朝食は器まで違うね。キャンプの時によく使ってたシャレオツな木の皿に朝食セットを並べていきます。こんな食器持ってたんだね。いつもダイソーの食器だと思ったら大間違いですよ。そしてトロットロの半熟のスクランブルエッグを映えを気にしながら盛り付けていきます。いつもなら皿をひっくり返して乗せてるのに。今日のババアは一味違いますよ。乗せきれない分は余らせちゃったりなんかして。パセリまで振ってる。シャレオツ度が一段と上がりましたね。そしてコーヒーゼリースイーツ。これはいつも食べてるやつじゃん。これはちょっと美味しくて欠かせないですね。イナーガーで固めてるけど、このイナーガーの成分がどうも血糖値にいい効果を与えてくれてるみたいで、そういう理由も含めてお気に入りなんですよね。イナーガー万能じゃん。そしてもう一つのシャレオツアイテム、フルーツヨーグルト。フルーツが入ってるの？乾燥クランベリーをたっぷりと3つかみぐらいヨーグルトの中に入れてやった。クランベリーなんて持ってたっけ？これも富沢商店の総量調整でね、かなり昔に買ったけどずっと持て余してたんだよね。総量調整ばっかだな。もうそろそろまた小麦粉買わないといけないから、今度の総量調整では何買おうかな。フルーツヨーグルトもできた。理想的な朝食が完成しました。ほぼ米ぬかの茶バッタとスクランブルエッグとかウインナーとかコーヒーゼリーとかフルーツヨーグルト。今日の飲み物はコーラです。それではいただきましょう。朝から大量じゃね？なんかすごいボリュームになっちゃったな。朝からこんな量食べる人他にいるかな？探せばきっとどっかにいる。そんなニッチな視聴者層をターゲットにしているババアです。ニッチすぎじゃね？でも今回の朝食セットは朝の10時半から作り始めて11時半にはねこんな感じでもう食べてるので1時間でこれが完成したことになるんだよね。そう考えるとやっぱ朝食でパン焼くのありだな。日頃マーガリンを塗っているパンにバターを塗る。これだけでもババアにとっては贅沢な話です。ちょっと泣けてきちゃうからもうやめて。ただ実際はねババア的には実はバターよりもマーガリンの方がパンに塗るのは好きなんだよね。負け惜しみに聞こえるけどなんで？一言余計だな。ある年齢からねバターを塗るとちょっと胃もたれがするようになって、その点マーガリンだと軽く食べられてね体調もいいような気がした。今ではバターよりもマーガリンの方がトランス脂肪酸少ないって言うしね。そうだからババアは実はマーガリン派なんですよね。このクランベリーを3つかみわしづかみにして入れたヨーグルトを入れて一晩放置してただけなんだけど、乾燥クランベリーが水分を吸ってプリップリになってた。これちょっと気に入ったから次の富沢商店の総量調整もまたクランベリー買うかもしれない。はい、カット。
カットの声がかかるや否や、旦那が動き出しましたね。何？なんか米が出てきたんだけど。あなたにはこの米が見えるの？それ昨日のやつじゃん。もういいって。理想の朝食って人それぞれですね。ということで美味しかったです。さよなら。バイバイ。ちなみに今朝の本当の朝食はこれ。映えもへったくれもねえな。